皆さんこんにちは、レイムです。マリサだぜ。ねえねえマリサ。どうした？私たち、急にこんなところに呼び出されちゃったんだけど、何が始まるのかしら？なんか、この動画の作者が急に動画を作ろうと思い立ったらしいぜ。動画作成なんてほとんど経験ないのに、どういう風の吹き回しかしら？なんでも、河合直子のことで気になっていることがあるらしい。河合直子？ 1980 年代のアイドルよね。そんな昔の人の話を持ち出すなんて、なんだか唐突だわね。確かにそうだな。でも、河合直子は芸能活動停止から25年以上経つのに、未だに根強い人気を誇っているんだぜ。そうなの？2023年に発表された80年代アイドル総選挙ザ・ベスト100では、長期間活動していないのにもかかわらず、堂々の5位にランクインしていて、しかもさらに驚くのは、世代別の集計を見ると、当時を知らない若者世代での人気も高く、10代ではなんと、2位を獲得しているぜ。そうなんだ、すごい人気なのね。新海誠監督の2022年の映画、すずめの戸締まりでも、河合直子の楽曲、喧嘩をやめて、が使われて話題になっていたし、今でも毎年のように新しい商品が出るぐらい人気を保っているんだぜ。確かに、当時のレコードジャケットを見てもめちゃくちゃ可愛いし、人気投票で上位にランキングされるのも納得だわね。外見だけじゃなくて歌も超絶うまいし、人柄の良さも神レベルだったしな。で、その河合直子がどうしたのかしら？そう、このように今でも根強い人気がある彼女なんだが、その人気に便乗してか、アイコラなどの偽物の写真がかなり出回っていて、ネットオークションのサイトなどでも最近頻繁に見かけるんだぜ。それはひどいわね。河合直子はその可愛さと確かな歌唱力で、当時から絶大な人気があったんだけど、実はグラマーな体型の持ち主でもあって、水着の写真もかなり多く残されているんだ。昭和の時代は、トップアイドルといえどもみんな水着になっていたのよね。芸能人水泳大会が毎年あったり、水着写真が雑誌付録のポスターになったりして。そう、河合直子もその例に漏れず水着になっていたんだが、ただ彼女が特別だったのは、その水着姿が予想外に大きな反響を呼んでしまって、さらに多くの雑誌や写真集で水着姿が取り上げられるようになったことだな。出版する側も、河合直子の水着を載せることで部数が伸びるとなれば、所属事務所にそういう仕事を持ちかけてくるでしょうね。そうだな。その結果、河合直子の水着姿が、多数の写真集やアイドル雑誌などに掲載されることになったんだぜ。なるほどね。でも本人は、実は恥ずかしくて嫌だったんじゃないかしら。そうだろうな。水着姿が評判になってしまったせいで、体型のことをからかわれたり、胸が大きいことがトレードマーク、みたいな言われ方をしたりして、そんな時も彼女はもちろん笑顔を絶やさなかったけれども、内心はたまらなく嫌だったんだと思うぜ。まあ当然よね。本業はあくまで歌手だものね。胸のことじゃなく、歌手として正当に評価されたいって気持ちだったと思うわ。きっとそうだぜ。ただ、そんな事情から当時のアイドル歌手の中でも、河合直子の水着写真は多く残っている方だから、今ではそれを加工した悪質な偽画像なども結構見かけるんだぜ。それって名誉毀損として、損害賠償や刑事罰の対象になるんじゃない？ああ、被害者が訴えればその可能性はあるな。それに、偽写真だと知らずにそれをつかまされるファンの人も気の毒だよね。そうなんだ。騙して買わせたなら詐欺に当たるぜ。当然これも刑事罰の対象になるし、加えて損害賠償などの民事的な責任も負うことになるぜ。そこで、そういった偽物の疑いがある写真を検証していこうっていうのが、この動画の趣旨ってわけだな。なるほどね。今回はそういった写真や画像を7つ取り上げて、一つ一つ検証していくぜ。わかったわ。検証を進めるにあたって、一つお断りがあるんだが、この動画では、著作権者のいる写真やそれを改変したアイコラ画像を紹介するけど、それらは全て著作権法で許される範囲内で、批評、研究を目的として引用したものだぜ。それはそうよね。偽物かどうか検証するには本物と比較して示さなくちゃならないもんね。また、言うまでもないが、直子さんをはじめ、ここに登場する方々のパブリシティ権を侵害する意図も全くないので、その点はご理解いただきたいぜ。了解よ。じゃあまず最初の写真を見ていくぜ。この画像だ。これは水着じゃなくてセーラー服なのね。何かの雑誌の記事のようだけど、でも足の組み方を見ると、スカートの中がちょっと見えそうな感じで、性的な面を強調した際どい写真のようにも見えるわね。これは何の写真なの？実はこれは、以前からある有名なアイコラ画像だぜ。なるほど、やっぱりそうなのね。でもどうしてわかるの？この写真は元ネタがわかっているんだ。元の写真は山内美穂子っていう人のブリリアントという写真集から持ってきたものだ。河合直子の写真じゃないのね。ちなみに、河合直子のライブアルバムやライブ DVD に、同じブリリアントというタイトルのものがあるけど、それとも無関係だぜ。急に河合直子情報を挟んできたわね。これは失礼。でも彼女のライブパフォーマンスは、
このブリリアンツも含めてどれも素晴らしいからな。おすすめするぜ。で、話を戻すと、その山内美穂子の写真集にこういう写真が載っているんだぜ。この写真の首から上の部分だけ直子さんの写真に置き換えたというわけだな。ちなみに別ショットでこんな写真もあるんだぜ。なるほど、じゃあこれが本物と見て間違いないわね。そうすると、直子さんの顔の部分はどこから撮ってきたのかな？実はそれもわかっていて、音楽専科社から1981年に出された写真集、そよ風のメッセージから持ってきたものだぜ。その中にあるこの写真だな。なるほどね。並べてみるとこんな感じだぜ。こうして並べると偽物であることが一目瞭然ね。ああ、これは確実に偽物と断言できるな。あ、でもちょっと待って。河合直子も同じ場所で写真を撮っていた可能性があるんじゃないかって、反論されないかしら？それはかなり無理筋な主張だが、どうしても偽物と認めたくない人は、そう言ってくる可能性がないとは言えないな。それは無理がある主張なの？まあそうだな。話が長くならないよう、なるべく急いで手短に話すが、まず山内美穂子の写真の撮影場所がわからないので、こちらとしても、過去にここで河合直子の写真が撮られたことは一度もなかった、みたいな証明をすることはまず不可能だぜ。だが、山内美穂子の写真と全く同じ場所、カメラアングル、姿勢、服のシワ、草の生え方やその握り方、などの状態で、しかも、そよ風のメッセージの時と全く同じ顔の向き、表情、髪の流れる向き、光の当たり具合で、河合直子の写真が撮影されていた、なんてすごい偶然が全て重なる可能性が、どれぐらいあるのかって話だぜ。なるほどそうよね。そうするとやっぱりこの真ん中の画像は、人の手で作られたものとしか考えられないわね。で、改めてこの画像は確実に偽物だと言えるぜ。かなり以前からある偽写真なので、直子ファンなら知っている人も多いと思うが、今でもたまに見かけることがあるんだぜ。若い世代の新しいファンの人も、騙されないように注意してほしいわね。じゃあ、こんな調子で次の画像に進みたいと思うぜ。了解。次はこの写真だぜ。あらら、これはパンツが見えちゃってるじゃないの。しかもパンツの見え方がどことなく不自然だし、いかにも怪しいって感じがするけど、でも左下になんかクレジットが書かれているわね。雑誌のグラビアなのかしら？お、いいところに気づいたな。じゃあもう一つ別の写真を見せるぜ。あら、これはさっきの写真と全く同じ表情、同じポーズだわね。おまけに背景も左下のクレジットもそっくりね。ということは、こっちが本物で、パンツが見えてた方は偽物ってことかな？その通りだぜ。この写真は雑誌、平凡の1982年4月号に掲載されているものだ。この号では、彼女が初めてオーストラリアに行った時の様子が特集されていて、そこに載っているページのうちの1枚だな。このページだぜ。ほんとだわ。こっちの写真の方が本物だということがはっきりわかるわね。そうだぜ。さらに言えばこれと同じ写真は、2016年に出された写真集、再会の夏にも収録されているんだぜ。じゃあ疑いようがないわね。で、実はこの時直子さんはまだコルセットをしていたんだぜ。コルセット？この海外ロケが行われたのはその年の1月だったんだが、その前年の81年10月、直子さんは NHK ホールでリハーサル中に、舞台の競りに転落してしまい、腰椎圧迫骨折の重傷を負って、入院と療養のため約2ヶ月間の休養を余儀なくされたんだ。当時のファンはすごく心配したでしょうね。ああ、下半身不随になる可能性も十分考えられるような重大な事故だぜ。そんなに大変な事故だったのね。後遺症もなく無事復帰できて本当に良かったわ。ちなみに、入院療養生活の様子や、その時直子さんが考えたこと、悩んだことなどは、綿帽子飛んだ、直子の闘病スケッチ、というエッセイに詳しく書かれているぜ。これは彼女の真面目で誠実で優しくて、でも芯が強いという人柄がよくわかる要所で、直子ファンは必読だぜ。そうなのね。で、話を戻すと、歌手活動に復帰した時点ではまだ完治はしていなくて、82年4月までコルセットをつけて活動していたんだぜ。素敵な笑顔で写っているけど、辛い入院生活を経験して復帰した後だったのね。ああ、それを乗り越えての海外ロケの写真なんだぜ。歌手活動への復帰を喜びつつも、まだ完治する前だから、きっと不安もあったんでしょうね。だからこの写真をパンチラ画像に改変するようなことは、特に直子ファンの怒りを買いそうだぜ。そうよね、私もそう思う。それはともかく、左側は偽物だってことに疑いの余地はないぜ。みんな騙されないように気をつけてほしいわね。ちなみに、さっき検証1で扱った偽画像と、今検証2で見た偽画像。この2つの偽画像をお宝写真という位置づけで載せていた雑誌があったんだぜ。関係者の名誉のため、あえて雑誌名を出すのは控えておくが、こんな感じだぜ。これはひどいわね。ネットで画像を拾ってきて、よく調べずに載せたのかしらね。真相は不明だが、案外そんなところかもしれないぜ。雑誌に載っているからといって安易に信用してはダメってことね。ああ、もちろん全ての雑誌が、というわけではないだろうが、中には品質に疑問符のつく雑誌もあるから注意が必要だな。
次はこの画像を取り上げたいと思うぜ。これもネットで目にすることの多い写真だぜ。これは、水着がものすごく小さいのが怪しいわね。胸が水着に収まりきってなくて、はみ出ちゃってるじゃない。こんな水着をトップアイドルに着せるのか、さすがに疑問だわ。やっぱりそう思うよな。そう、結論から言うとこれも偽物だぜ。元の画像はこっちだぜ。これは何の写真なの？これは近代映画社から1986年に出された写真集。トランスアメリカに収録されているものだぜ。この写真集には、ビデオ作品、ファンタスティック・ジャーニー、ナインハーフの撮影のために、彼女が1985年にアメリカ大陸を横断した時の写真が収められているぜ。この写真集は、水着写真をメインに扱っているものではないんだが、同じ水着の別のショットも何点か載っているぜ。じゃあ、こっちが本物だっていうことはやっぱり疑いようがないわね。そう、だから最初に見せた左側の写真は偽物に他ならないぜ。最初に見た時、こんな水着を着せるのかって違和感があったけど、やっぱり本物かどうか常に疑ってかかることが必要みたいね。次はこの写真を見ていきたいと思うんだぜ。これはなかなか迫力あるわね。でも、健康美とでも言うのかな、こんな感じの水着写真だったらありそうな気もするし、これだけでは判断がつかないわね。同じ水着を着た別の写真はないの？なかなかいいところをついているぜ。直子さんがこのオレンジ色の水着を着た写真は、実は何枚も残っていて、例えばこんな感じだぜ。これは写真集か何かに載っている写真なの？その通り。この2枚はどちらも近代映画社が1983年に発行した女性アイドルの写真集、さよなら夏に載っているものだぜ。なるほど、じゃあさっきの水着の写真も本物ってことね。その通り、と言いたいところだが、実は違うんだぜ。嘘でしょ、どういうこと？確かに同じポーズの写真が、さよなら夏には載っているんだが、微妙に違うところがあるんだぜ。どこが違うのか見せてくれないとわからないわ。じゃあ、本物の写真に切り替えてみるぜ。違いがわかったかな？なんかちょっと動いたわね。もう一回やってみるぜ。最初に見せた写真はこれだぜ。直子さんの腰のあたりに注意してくれ。さよなら夏に載っているのは、これだぜ。こっちが本物なんだぜ。わかったわ。偽物の方はビキニのパンツをわざと吊り下げたように加工しているのね。そう、その通りだぜ。これ、めちゃくちゃ難易度高いわね。今みたいに2枚を比べればわかるけど、手元に片方しかなかったら気づける自信ないわ。直子ファンでも気づいていない人もいるかもしれないな。まあ、この左側も偽物で確定だな。よほど注意していないと見落としがちだから、厄介な偽画像ね。本当にそうだぜ。こういう巧妙な偽画像にも騙されないように注意したいところだぜ。次はこの写真について確かめていくぜ。この写真はいかにもアイドルって感じの可愛い雰囲気ね。さっきも触れた転落事故から復帰した後の最初のシングル、ラブレターのジャケット写真と同じ服だな。おそらく同じ時に撮られたものだぜ。どこにも不自然なところなんてないように見えるんだけど。やっぱりそう思うか。じゃあ、結論を急ぐ前に、ちょっとこっちの写真も見てくれ。これは2014年に出されたベストアルバム、ゴールデンアイドル、河合直子のジャケットからのものだぜ。写真のところだけを並べてみると、同じ服なんだが、何か気づかないか？わかったわ、スカートの長さが違っているね。そうなんだ、実は左の写真はスカートをかなり短く改変した画像だぜ。元の写真はこっちだぜ。これは雑誌、プチセブン、1981年7月17日号の記事なんだが、問題の部分を直子さんが同じ大きさになるように並べると、こんな感じだぜ。なるほど、最初に見た時はそこまで思わなかったけど、こうやって並べて見比べると、確かに左の方はスカートが極端に短すぎて、いかにも不自然って感じよね。ああ、その通りだぜ。結局、この左の画像は 100% 偽物と断言できるぜ。ところで最近、この偽物をさらに加工して、パンツが見えるように仕立てた画像も見かけることがあるんだぜ。これなんだが、雑誌記事を装っているようだが、これもどう転んだって偽物としか言いようがないぜ。最後のパンツが見えちゃってる画像は怪しすぎてすぐに気づけそうだけど、さっきのオレンジ色の水着の件にしても、今回のスカートの長さの件にしても、比べるものがないと気づくのは至難の業ね。ただ、偽物を確実に見破ることまではできなくても、偽物である可能性を考えて、お宝写真などに安易に飛びつかないってのも、重要かもしれないわ。そうだな。それに加えて、河合直子はあくまで歌手なんだという原点を忘れないようにしたいぜ。当時、彼女はセクシーさをアピールするタレントとは全く逆の存在だったから、その基準で見て腑に落ちない点があったら手を出さないことだな。そういったリテラシーが私たちに求められるってことね。次に扱うのはこの写真だぜ。
これもネットで非常によく見かけるものだぜ。真ん中の写真が衝撃的ね。スカートがずり落ちてパンツが丸見えになっちゃってるじゃない。ああ、そうだな。オークションサイトなどで見かけるのは、ほとんどの場合、この3枚を一つの画像にまとめたものだ。そして今回検証するのはもちろん真ん中の写真だぜ。何か気になる点は？この写真を見ると一箇所不自然なところがあるわね。お、いいぜ。どんなところか言ってみてくれ。両側の2枚にはマイクのコードが写っているのに、真ん中の写真だけはコードが写ってなくて、ワイヤレスマイクみたいになってるのよね。だからこれも偽物じゃない？なかなかやるな。そうなんだ、霊夢の推理通りこの真ん中の写真は偽物だぜ。マイクのコードもそうだし、他にも腰の向きと下着の見え方が合っていないとか、不自然な点が色々あるんだが、今から見せる写真を見れば一発ではっきりすると思うぜ。これだな。ほんとだ、表情と右手のポーズ、足の位置、それに背景まで、完全に一致しているわね。この写真はどこから入手したの？これは20世紀アイドル写真館というブログサイトで公開されている写真画像だ。このサイトは、この写真館の管理者の方がご自身で撮影された写真を公開しているサイトで、両側にあった2枚も同じくこのサイトで公開されているものだぜ。このサイトの説明によると、この写真は1984年9月16日に、池袋西部で撮影されたものだ。ちなみにこの日は日曜日だぜ。さらにこの日付は、後ろの壁に貼ってあるポスターとも矛盾しないぜ。すごい、撮影場所も日付も特定されているのね。一点だけ補足すると、当時ファンクラブで発行された直子新聞によれば、当日は東部デパートで握手会をする予定があったようなので、この日東部と西部の両方でイベントを行ったか、もしくは直子新聞の記載が間違っている可能性、あるいは、もしかしたらこのサイト管理者様の記載ミスという可能性も考えられるが、いずれにしても、この日池袋で握手会のイベントがあったことは間違いなさそうだぜ。池袋って東口に西部があって西口に東部があるから時々混乱するのよね。でも、そこまで調べてあるのね。ああ、そして今表示している左と中央の2枚を悪用して作られたのが、さっきの偽物の画像だぜ。ほんとだわ。わかりやすいようにちょっと順番を入れ替えるぜ。で、直子さんの顔や上半身の大部分、足の位置、背景は左側の写真から。そしてマイクを持った直子さんの左手は右側の写真から持ってきて、真ん中のようなお宝ハプニング写真に仕立て上げたものと見ることができるぜ。なるほど、だから左手のマイクのコードが消えていたのね。左側の画像はさっきも確認したが、実際右側の画像もちゃんと重なるんだぜ。ちょっと失礼して、画像の必要な部分だけを切り出して重ね合わせると、この通りぴったり重なるぜ。偽物の画像がどう作られたかのからくりまで分かっちゃったわね。そうだな。色々と検証してきたが、この真ん中の写真はやはり偽物だということにもはや疑いの余地はないぜ。今回これが偽物だとはっきりしたからよかったけど、こんな偽写真がお宝スクープだなんて言って世間に広まってしまったら、取り返しのつかないことになっちゃうわね。本当に霊夢の言う通りだぜ。実はこの動画を作り始めた動機もそういったことを少しでも防ぎたいからなんだぜ。だから、こういった考えに賛同してくれる直子ファンの皆さんには、この動画の高評価ボタンを押して賛同の意を表明してもらえれば、私としてもとても心強くて感謝感激やめあられ、なんだぜ。今回検証するのは次で最後だぜ。この写真について見ていくぜ。これも河合直子の写真の一枚としてネットでよく出回っているものだぜ。これは意外な写真ね。意外ってのは？これまで見てきた直子さんの水着姿って、セクシーっていうよりは明るくて健康的な感じだったんだけど、この写真は全然雰囲気が違うわね。黒いシャツを託し上げて胸が大きいことをわざと強調しているし、仰向けで目を閉じている表情からも、性的な魅力を積極的にアピールしているような印象なので、意外だったのよ。なるほど、なかなか良い観察だぜ。ねえ、これって本当に河合直子の写真なの？おっと、いきなり確信をつく鋭い質問だな。じゃあ、先に結論を言ってしまうと。多分これは河合直子じゃなく、別の人の写真だぜ。多分、っていうのはどういうこと？これが本当は誰なのか、色々調べてもわからなかったんだぜ。ただ、これが河合直子の写真だとすると辻褄が合わないところが色々あるので、この写真は直子さんじゃなく別人だと私は判断しているんだぜ。辻褄が合わないって例えばどんなことなの？一番大きい点は、花の形だぜ。花？ああ、この写真を初めて見たとき、この花の形は河合直子じゃないってすぐに気づいてしまったんだぜ。彼女の鼻は高くて少し尖っているんだが、この写真で写っている花はそれとは全く印象が違うんだぜ。言葉だけじゃよくわからないわね。そうだよな。じゃあ実際にこの写真の花を直子さんの花と見比べてみるぜ。今から見せる直子さんの6枚の写真は全て顔の下側のアングルから撮ったもので、しかも口がほとんど、あるいは完全に閉じているものばかりだ。だから鼻の穴の形がよくわかるぜ。
そうか、口が大きく開いていると鼻の見え方が微妙に変わってしまうものね。そうだぜ。そしてもちろん、どの写真も出所がはっきりしているものばかりだぜ。興味深いわ。1枚目は、1980年10月の、初めてのカナリーコンサートで、直子さんがマンドリンを弾いている写真だ。これは2016年に出された写真集、再会の夏、に載っているものだぜ。2枚目は1981年夏のコンサートの写真で、同年の写真集、ときめきのメッセージ、に掲載されているものだ。3枚目は1982年の写真集、サマーヒロインナオコ、からの写真だ。これは同じ年にハワイで撮影されたものだぜ。4枚目は1983年にバリ島で撮影された写真で、平凡の臨時増刊として出された写真集オーマイガールズに載っているものだ。5枚目と6枚目はどちらも1984年に出された写真集、ナオコフィフスアニバーサリーに収録されているものだぜ。見比べてみてどう思う？こうして見ると、確かに鼻の形が違っているわね。河合直子の鼻は、高くて先が少し尖り気味で、鼻の穴は細長くてこう描くような形になっていて、その間の真ん中のところが下に下がっているのね。それと比べると、今回検証している写真の鼻は全体的にこじんまりしていて、鼻の穴の形も全然似てないし、同一人物の鼻にはとても見えないわ。そうなんだ、それが検証7の写真は別人だと考えられる大きな理由だぜ。ただ、じゃあそれが誰かっていうのは分かっていないということなのね。ああ、それが突き止められれば一発で別人だと証明できるんだが、それができないので状況証拠を積み上げているんだぜ。なるほど。まずは鼻の形が河合直子とは全く違うように見えるというのは納得よ。この証拠だけでもほぼ決まりって気もするんだけど、他にはどんな根拠が考えられるの？さっきレイムが言ったように、黒い服をわざわざまくり上げて胸を強調しているのは、河合直子らしくないってこと？これが二つ目の理由だな。ただ水着で寝そべっているのとは、見る人に与える印象が全く違うもんね。もともと彼女は事務所の先輩だった岩崎宏美のような歌手を志向していて、そこからさらに音楽的才能を伸ばしてシンガーソングライターに成長しているんだぜ。本人も事務所もセクシー路線なんて全然狙っていなかったからな。なるほどね。他に考えられる根拠はある？そうだな。これと同じ水着を着た河合直子の写真が他に1枚も見つかっていない。ってことも言えるな。でもそれってどこかに眠っているって可能性もあるわよね。もちろんその通りで、証拠が見つかってないからといって絶対に存在しないとは言えないぜ。でも、そういう写真は絶対にないってことを証明するのはめちゃくちゃ難しくて、実質的には不可能だぜ。わかるわ、存在しないことの証明の難しさを例えて、悪魔の証明と呼んだりもするわよね。ああ、だから今ここで言えるのは相当頑張って調べてみたけど、この写真が河合直子だっていう証拠は見つかっていない、ってことまでだぜ。他に根拠になりそうなことはあるの？一応あるぜ。この写真自体もどうやら加工されたものらしい、ってことだ。どういうこと？まず、この画像とほとんど同じ画像が海外の壁紙サイトからダウンロードできるんだぜ。それは意外ね。その壁紙は河合直子の壁紙として配布されているの？いや、河合直子との関連性を示すタグや説明は一切ないぜ。それどころか、ジャパニーズシンガーであるという説明すらない。もしこれが本当に河合直子の写真なら、そのような説明があるのが自然よね。そうだな。で、実際に壁紙をダウンロードしてみたぜ。何かわかったの？ああ、今検証している写真とダウンロードした壁紙の間には、少なくとも2つの違いがあったぜ。それはどんな違いなの？まず一つは、顔の周りを見ると、右の壁紙では顔が水面から出ている境界が映っているんだが、左の写真では消えているんだぜ。それは奇妙ね。実際水の中で寝そべっているんだから、右側の壁紙のように映るのが自然だと思うわ。その通りだぜ。そしてもう一つはサイト名の表示があるかないかだ。これ自体は別に不思議じゃないんだが、拡大して注意してみると、左側の方は後から文字を消したように見えなくもない。確かにそのようにも見えるけど、これは判断が難しいわね。ちなみにこのボールクー .com ってドメインは何なの？そのサイトにはアクセスできないんだが、フーイズというサービスを使って調べてみたところ、中国のアリババグループのアリババクラウドって会社が保有しているドメインのようだったぜ。そうなのね。まあドメイン名から想像すると、元々はそのサイトで配信されていた壁紙なんでしょうね。そうかもな。まあこの点について、ここではこれ以上掘り下げないが、要するに、左側の写真はオリジナルではなく元ネタが他にあって、それを加工したものだと疑われる、ということ。そして、その元ネタでありそうな壁紙を提供しているサイトには、河合直子との関連性を示す情報が全然ない、ということだな。なるほど、そういうことなのね。これまでに挙げた4つの状況証拠を右側に書き出してみたぜ。結局、決定的な証拠を発見できていないので断定はできないが、
今まで説明してきたような根拠を踏まえると、この画像が河合直子である可能性は極めて低いと言えるぜ。この検証7が一番難しかったわね。ああ、決定打がなく状況証拠を積み上げる必要があったからな。調査にも時間がかかったし、説明も長くなってしまったぜ。でもこの写真が河合直子じゃなさそうだっていうのはよくわかったわ。今後この写真が本当は誰なのか、真相が明らかになってくれれば嬉しいぜ。ここからはまとめだぜ。この動画の振り返りってことね。そういうことだ。この動画では河合直子の写真で本物かどうか疑わしいものを検証したぜ。具体的には今並べている7点の写真だな。色々見てきたわね。そしてその検証結果だが、検証1から検証6までが全て偽物で、検証7はおそらく河合直子ではなく別人、というのが結論だったぜ。そうだったわね。一応、結果ごとに並べ替えるとこんな感じだぜ。よくわかったわ。それにしても、随分いろんな種類の偽写真があるんだって驚いたわ。河合直子の偽写真ってこれで全部なの？いや、そんなことはないな。他にも 100% 黒の偽写真とか、心眼の怪しいグレーな画像とかを目にすることはあるんだが、今回はネット上やオークションサイトで見る機会の多いもの、世間で本物だと思われていそうなもの、そういったものを中心に取り上げてみたぜ。じゃあ、ここで取り上げなかった偽写真に騙されちゃう人もいるかもしれないわね。ああ、残念ながらそうだろうな。そういう偽写真の問題ってどう対処すればいいのかしらね？それはなかなか難しい問題だな。でもできることが全くないわけじゃないぜ。まず、自分が騙されないようにするにはどうするか、ということについては、これは検証している途中で言ったことの繰り返しになるんだが、河合直子はあくまで歌手なんだっていう原点を忘れないってことが重要だな。覚えてる、そう言っていたわね。彼女が芸能活動をしていた頃から随分年月が経ってしまったので、彼女のキャラクターをよく知らない人が増え、中には水着写真のイメージだけで河合直子のことを語る人もいるが、当時から彼女は、性的な魅力を積極的にアピールするタレントとは対極の存在で、素直で真面目で礼儀正しくて自分を飾らないというキャラクターだったからな。だから、そういったキャラクターに似合わないようなお宝写真に出くわしたら、十分疑ってかかった方がいいぜ。それは例えば、極端に小さい水着とか、極端に短いスカートとか、あるいはヌード写真とかってことかしら？ああそうだな。もちろんそれに限らないんだが、もし仮にそういった類の際どい写真があったら、まず間違いなく黒だな。彼女はセクシーさを売りにするタレントとは全く違うからな。もちろんそういったタレントを悪く言うわけじゃないんだが、河合直子の偽写真に騙されないための心得ってことだぜ。なるほど、わかったわ。それからネットで偽写真を見つけたときは、面倒でもサイトを運営している管理者に報告すべきだな。そうか、問題のある商品を報告する、みたいなリンクで報告するってことね。ああ、そうだぜ。もちろん、報告したからといって必ず対処されるとは限らないんだが、だからといってそういう偽写真を放置すると、いつしかそれが既成事実になってしまうからな。本当は偽物でも、多くの人がそれを本物だと思い込んで、結局本物として扱われてしまうってことね。ああ、そうだぜ。そしてそういった偽写真がはびこると、まず直子さんの名誉を傷つけることになるが、それだけでなく、より多くの人が偽物に騙されることになり、それが様々なトラブルを生むからな。自分でそうとは知らずに偽物を売ってしまったりする可能性もあるわよね。それで苦情を受けたり評価を下げられたりして。その通りだぜ。それから、今オークションサイトなどで偽写真を扱っている人に向けてなんだが、この動画の冒頭でも言ったように、損害賠償や刑事罰のリスクもあるし、そこまではいかなかったとしても、偽物を扱った出品者として評価が下がったり、苦情に対処したり返品に応じたりしなければならなくなるので、早く取り扱いをやめることをお勧めしたいぜ。そうね、これはぜひお願いしたいわね。いずれにしても、この動画が少しでも多くの世間の目に触れて、その分だけ河合直子の偽写真に騙されない人が増えれば、結果的に偽写真による被害を減らせるわよね。ああ、そういう動きに少しでも繋がっていってくれると嬉しいぜ。そして、河合直子という人が偽写真によって誤解されることなく、正当に評価されて後世に語り継がれることに繋がれば、これ以上嬉しいことはないぜ。私も同意するわ。以上で、今回の動画はおしまいだぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。